皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、慰安婦問題について捏造記事を作った記者がいます。朝日新聞の上村隆氏です。上村隆氏がこの捏造記事を広めたその功績により、あちらの国では賞を受賞することになりました。捏造記事を書いたこの上村隆氏がどのような賞を受賞したか、まずはニュースをお聞きください。慰安婦証言を最初に報じた元朝日新聞記者、渓谷でジャーナリズム賞受賞。渓谷リヨンヒ財団のリヨンヒ賞審査委員会は18日、今年の第7回受賞者に元朝日新聞記者で渓谷カトリック大兼任教授の上村隆氏が選ばれたと発表した。同賞は真実の追求に努めたメディア関係者などに授与されるもので、上村氏は旧日本軍の慰安婦被害者であるキム・ハクスンさんの証言を確保し、91年8月11日付の朝日新聞で記事にした。この記事の3日後にキムさんの記者会見が行われ、慰安婦問題に対する日本政府の謝罪と賠償を要求する国内外の運動につながった。これに対し日本の右翼勢力は上村氏の転職を妨害するなど、上村氏とその家族に圧力を加えた。上村氏は著書、真実、私は捏造記者ではないを発表し、日本の右翼勢力からの非難や脅迫に反論したほか、自身を誹謗中傷したメディアなどを相手取り訴訟を行っている。審査委員会は、歴史修正主義を掲げた安倍政権が、慰安婦問題や強制労働問題などの歴史に対する一切の反省を拒否し、韓日間の圧力を引き起こす今、上村記者に声援を送るのは、リヨンヒ先生が生涯を捧げて追求してきた北東アジアの平和のための道と説明した。上村氏は受賞について、負けずに頑張れという渓谷ジャーナリズム界からの激励と考えるとし、この受賞を機に、渓谷と日本のリベラル勢力の交流が一層深くなることを願うと話した。受賞式は来月4日午後に、渓谷プレスセンターでリヨンヒの死去9年の追悼行事とともに開かれる。受賞者には賞杯と賞金が贈られる。上村隆氏は自分は捏造記事を書いたわけではないと弁明しているわけですが、日本国内においては、いやあなたは捏造記事を書いたのだという指摘が相次ぎ、これに対して法廷闘争に持ち込んでいます。しかし上村隆氏はその裁判においても現在負けている状況です。上村隆敗れたり、櫻井よし子を訴えた慰安婦訴訟、朝日の作為と過誤を司法が認める。新聞各紙の記事の扱いは産経新聞を含めて社会面ベタ記事と小さなものだったが、この判決の持つ意味は重い。朝日新聞と一連の慰安婦報道の作為と過誤について改めて司法が認めたと言えるからである。元朝日新聞記者で慰安婦報道に関わった上村隆氏が記事を捏造と書かれ名誉を傷つけられたとして、ジャーナリストの櫻井よし子氏と記事を掲載した出版社3社に損害賠償や謝罪広告掲載を求めた訴訟の判決は11月9日札幌地裁であった。そこで岡山裁判長はこんな判断を示し請求を棄却した。櫻井氏の記事で摘示されている事実または意見ないし論評の前提とされている各事実は真実であると証明されているか、真実の重要な部分を真実と信じるについて相当な理由がある。裁判で上村氏は櫻井氏が記事を書いた目的についてこんな主張を展開していた。被告櫻井は日本軍が慰安婦を連行し組織的性暴力を行ったことがないという自らの信念の正当性を根拠づけ強調するためにあえて原告及び原告が執筆した本件記事を攻撃の標的として捏造記事、虚偽の記事と繰り返し、原告や朝日新聞に対するバッシングを拡散しているものであり、本件櫻井各論文は原告に対する根拠のない誹謗中傷そのものと言うべきであり、公共性、公益目的性は認められない。裁判で岡山裁判長は、櫻井氏の原稿には社会的評価を低下させる内容があるとも指摘した。ただ、渓谷での過去の新聞報道や論文など、櫻井氏が取材過程で参考にした資料は一定の信用性があるもので、上村氏の記事の公平さに疑問を持ったことには相当な理由があったと判断した。
記事の公益を図る目的も認めたのである。完敗した上村氏の不満、櫻井氏の全面勝訴であるこの判決に対して、櫻井氏は裁判所の判断は証拠に基づく当然適切なものだとコメントした。なお、上村隆氏はこの判決に対して不服を申し立てており、現在札幌地裁で第2審が争われているところです。上村氏は朝日新聞にてこの従軍慰安婦問題を記事にしました。工場で働くことを余儀なくされた女子挺身隊の人たちを従軍慰安婦と誤認させるような記事の内容であったり、もしくは家族に売られてしまったような人をあたかも日本軍が拉致して強制的に性の奴隷にしたような、そのような誤認をさせるような記事を展開したりもしました。しかし様々な検証によって彼の記事というものがまさに捏造そのものであるということが現在では定説になっています。しかし批判が集まった当初、彼やそして朝日新聞はそれらの批判を全く受け入れませんでした。むしろ批判した側を彼らは歴史修正主義者だといったようなレッテル貼りを行い、批判している側こそ間違ったことを言っているのだと跳ねのけたのです。しかし様々な検証を経て、上村氏の書いた記事というのは捏造で間違いないという段階にあって、ようやく朝日新聞も彼を切り捨てるというような決断を行いました。朝日新聞としてはおそらく最後までこの慰安婦問題を騒ぎ立てたかったのでしょうが、どうしても避けられないほどに捏造の類がひどかったのです。しかし2つ目の記事でも取り上げたように、上村氏自身は未だに自分の記事は捏造ではないということを言い続けています。そのために批判していた側を訴えて法廷闘争というものが現在もなお続いている状況です。ただし、その法廷の場においても上村氏は負けています。まだ最終的な決心が行われていないので結論として出てはいないのですが、彼の往生際の悪さというものが非常に際立っている法廷闘争になっています。彼が一体なぜそのような捏造記事を書いたのかというのは、現在のところ彼の心中を察するしかないために原因は分かってはいません。彼の妻があちらの国の人であったり、その妻のまたお母さんが日本政府を訴えているような人物であるといったような背景が語られるのですが、それが決定打になるかどうかは分かりません。日本で生まれ育ったからといって必ずしも教育において日本を愛しているとは限らないものです。ましてや朝日新聞に入る時点である程度の思想的な偏りというのは避けられなかったでしょう。朝日新聞という社内が一体どのようなものであるかというのはもちろんブラックボックスで外からは伺い知ることができません。しかし現在もなお朝日新聞が様々な捏造やもしくは思想的な押し付けを行っている報道機関であることは皆さんもご存知かと思います。彼の書いた記事があちらの国で大いに利用されて日韓関係に大きな影を落としているのもまた事実です。しかもその記事が真実ではなく捏造記事であるということも非常にこれまた罪深いものがあります。今回上村隆氏が賞を受賞するというので、朝日新聞がこの件についてどのように報じているかというのをチェックしたのですが、インターネット上においては朝日新聞は一切この件について触れていませんでした。放送や報道といったものは非常に後々まで大きな影響をもたらすものです。それこそ N 国党が NHK をぶっ壊すと言っていると同じように、本来であれば朝日新聞も同じようにしてぶっ壊すと言われていたとしても全くおかしくないことだと私は思っています。皆さんはこのニュースについてどのような考えをお持ちでしょうか。ぜひともコメントを書き込んでいってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。